私はエロ小説のヒロイン。特技は？何でも熱くも冷たくも、とろけるようなものに変えられること。ホラーゲームに放り込まれた初日、ボスがみんなに死に方を選べと言った。私は微笑んで言った。息が上がって、足が震えて、目がトロンとしつつあまりの快楽で死ぬってので。ボス？第一章。SSS 級ダンジョン願いへようこそ。ご希望のシーンをお選びください。ホラーゲームに放り込まれ、チームメイトと再会した瞬間、見知らぬ男が私たちの前に現れた。濃い黒い霧が頭部に渦巻き、顔は見えない。その全身からは違和感が漂っていた。畜生。髪を黄色く染めた男が罵声を上げた。どんな病的ないたずらだってんだ？安っぽい特殊効果で俺が怖がると思うか？甘いぜ。彼はゲームが始まってからずっと罵り続けていた。チームのベテランプレイヤーがどれだけ説明しようと、彼はこれがすべて入念な詐欺の片棒だと思い込んでいた。今、怒りに目を見開き、彼は見知らぬ男に真正面から歩み寄り、押しのけた。警告しておく。ここから出してくれ、さもないとお前をな、なんだって？彼の手は男の体をまっすぐ貫いた。彼はよろめき後ずさりし、目を見開き、恐怖で自分の手を見つめた。そして目の前でその手が赤い霧へと溶解するのを見た。何が起きてるんだ？助けてくれ。お願いだ、誰か助けて。彼は泣き叫びながら私たちに向かって必死に逃げようとした。しかし数秒のうちに彼の体全体が爆散し、血肉が地面に飛び散った。システムの冷たく機械的な声が空中に響き渡る。死亡者数1。生存者数7。引き続きご検討を、プレイヤーの皆さん。見知らぬ男は微動だにしなかった。ただ、同じ平凡な口調で繰り返す。SSS 級ダンジョン願いへようこそ。ご希望のシーンをお選びください。みんなが完全に途方に暮れたちょうどその時、光る文字がライブ配信のチャットのように空中に流れた。このプレイヤーたち本当に箱がないな。願いのクリア率は例史上最難関のダンジョンだ。ボスは各プレイヤーの願いを叶えるだが、常に可能な限り最も恐ろしく歪んだ方法で、プレイヤーが入場するや否や、最終ボスと対面する。全員に自分が死ぬ方法を願うよう強制し、その後、慈悲深くその願いを叶える。生き残るためには、ただ一つの正しい願いを見つけ出さねばならない。トップクラスのプレイヤーでさえこれには失敗している。この新参者たち、大したことなさそうだ。あとどれくらい持つと思う？黄色い髪の男が目の前で爆発するのを見た後、誰も動こうとはしなかった。沈黙は息が詰まるほどで延々と続いた。ついにボスは忍耐を失った。冷たく歪んだ声が暗闇の中に反響する。お前たちに願いがないのならそれが言う。俺が選んでやる。その背後にある黒い霧から巨大な鎌が現れた。待て。待ってくれ。中年の男が突然叫んだ。私はある。どう死にたいかわかっている。みんなが彼の方に向き直った。彼は唾を飲み込み、注意深く言った。私は苦しみも痛みもなく、安らかに老衰で死ぬことを選ぶ。その言葉が口を出た瞬間、みんなの目が輝いた。誰かが親指を立てた。賢いぞ、おい。ボスは鎌を下ろした。望み通りに。中年の男は息を吐き、安堵の笑みが顔に広がった。一人また一人と他のものも続いた。私も同じだ。私も安らかに老衰で死にたい。ボスの声は冷たく平凡なままだった。望み通りに。安堵がグループに広がった。人々は笑いさえし、おしゃべりし始めた。
ピートがそれを思いついてくれてよかった。命の恩人だ。ああ、ボスはもう俺たちに手出しできないな。勝ったも同然だ。第2章。もしかして史上最も簡単な SSS 級ダンジョンなんじゃないか？誰かが冗談を言った。私だけが静かにしていて、空を見上げていた。さらに多くの光るメッセージが空中に点滅し、チャットは笑いで爆発した。わあ、また老衰で死ぬって願う連中か？つまらんな。これで何度目だ？入るグループはみんな同じことを選ぶ。独善的なバカどもめ。彼らもすぐに願いがなぜ SSS ランクなのかわかるさ。その頃には、ボスは静かに私の真正面に現れていた。お前が最後だ。彼は低く冷たい声で言った。ではどう死にたい？しまった。どうやらこれで本当に私もおしまいのようだ。このホラーゲームに引きずり込まれる前、私はエロ小説のヒロインだった。毎朝目覚めると美男子たちとも連れ合っているような。それ以外のすべてのことには完全に無能だ。私が何か巧妙な生存戦略を考え出せると思う？ありえない。私は即座に諦めた。もしここで死ぬ運命なら、せめて最大の願いを叶えて死のう。この陰鬱な世界を巨大な快楽の天国に変えること。熱くても冷たくても私はそれをとろけるようなものに変えてみせる。そして正直なところ、渦巻く黒い霧の向こうに顔が隠れていても、ボスの広い肩幅、くびれた腰、そして低く自制のある声は決定的な証拠だ。この男は体格がいい。色欲は臆病者を大胆にする。だから考えもせず、私は言った。息が上がって、足が震えて、目がトロンとしつつあまりの快楽で死ぬってので。ボス？私は親切に付け加えた。ああ、それであなたがそれをしてくれるのよ。彼は凍りついた、まるで聞いたことを信じられないかのように。彼を囲む黒い霧の動きが止まり、空気が静止した。長い間、彼はただそこに立っていた。そしてゆっくりと一歩後ずさりした。私はしばらく待ち、当惑した。しかしボスは決して決まり文句望み通りにを言わなかった。代わりにシステムの機械的な声が鳴り響いた。予備任務、願いをかける完了。ボスに従って屋敷へお進みください。メインクエスト、屋敷内で3日間生存する。この3日間、ランダムでサブクエストが出現します。各クエスト完了ごとに新たな願いが一つ授けられる。正しい願いをかけたプレイヤーのみが最後まで生き残る。私たちが屋敷に着いた頃には、とっくに夜は更けていた。リビングルームに足を踏み入れた瞬間、私は固まった。壁の隅々まで額縁に入った写真遺影で埋め尽くされていた。そしてどの写真も私たちの一人一人を写している。それぞれの写真の下には直筆のメモがあり、その人物の願いが記されていた。苦しみも痛みもなく、安らかに老衰で死ぬ。私の以外は？私の写真の下の文字は太いマジックで塗りつぶされていた。みんなの視線が一瞬で私に集中した。中年の男、ピートが最初に口を開いた。そういえば彼は目を細めて言った。お前は俺たちと同じ願いをしなかったよな。隅っこに隠れてやがった。で、お嬢ちゃん、どんな死に方を選んだんだ？私が答える前に、ボスが突然口を開いた。プレイヤーは他人の願いを尋ねることを禁ずる。なぜだか、彼の口調は緊張しているように聞こえた。それを見て、他の者たちは引き下がったが、彼らの表情は得意げに変わった。見ろよ、あいつの願いは塗りつぶされてる。典型的な死亡フラグだ。一人が嘲笑した。今夜でおしまいだな。答えが目の前にあるのに、脚本から外れるなんてどんだけバカなんだ？自業自得だ。
足でまといが早い段階で消えるのは俺たちにとって良いことさ。気がつくと私は完全にグループから締め出されていた。部屋割りの時、彼らは群がり、まともな部屋をすべて奪い、私には最も小さく汚いメイド室を残した。どうせ大した違いはないさ。ピートはにやりとしてドアを半分閉めたまま言った。どうせお前は今夜持たないんだ。どこで寝たって同じことだ。ドアがカチリと閉まり、静寂が家を飲み込んだ。広間にはボスと私だけが残された。彼は一瞬浮遊し、去ろうとした。第3章。待って。私は素早く呼び止めた。メイド室じゃ寝ないからね。私は急いで彼の後を追い、最高の笑顔を貼り付けた。あなたもこの屋敷に自分の部屋があるんでしょ？一緒のベッドでどう？ボスは何も言わなかった。ただ、より早く浮遊した、まるでできるだけ早く逃げ出したいかのように。私は急いで追いかけた。ねえ、私の願いを叶えるんじゃなかったの？ほら息が上がって、足が震えて、目がトロンとしつつあまりの快楽で死ぬってので。そんな約束はしていない彼は淡々と言い、私の言葉を遮った。私は眉を潜めた。何よ？このダンジョンは願いって名前じゃない？プレイヤー全員の願いを叶えるってあなたが言ったんじゃない？どうして私だけ違う扱いなの？それは差別よ。本部に苦情を入れるわ。彼は長い間沈黙して私を見つめ、明らかに言葉を失っていた。ついに諦めたような口調で彼は言った。わかった。私について来い。迷路のような曲がり角の後、彼は私を豪華な寝室に連れて行った。中央のキングサイズベッドを見た瞬間、私は芝居がかったため息とともにそれに飛びついた。柔らかいやっと私はのんびりと背伸びをして足を組んだ。足が痛いの。マッサージして。彼は私を一別し、全く無表情で何も言わなかった。私はそう簡単には諦めなかった。ところで、あなたの名前は？ずっとボスって呼び続けるわけにはいかないでしょ。彼はすぐに質問を交わした。お前に関係ない。お前はプレイヤーだ。ダンジョンをクリアすることに集中しろ。私は甘ったるく微笑んだ。じゃあ、なんて呼べばいいの？ベイビー？ハニー？ダーリン？ご主人様？パパ？私の口調がますますとんでもないものになるにつれ、彼はついに切れた。ルーサー・ホーデンだ。彼はほとばしるように言った。ルーサー・ホーデンという名だ。なぜだか彼の声は完全に冷静だったが、その背後に歯を食いしばる音が聞こえるようだった。それじゃあ私がまた口を開き、口元にからかうような笑みを浮かべた。もういい。彼は素早く遮った。寝ろ。手首を軽く振ると、黒い霧の渦が私の方へ送引した。私が反応するより前に、すべてが暗転した誰かが私の電源スイッチを切ったかのように。翌朝、私は悲鳴で目が覚めた。目を開けると、ルーサーは部屋から消えていた。私は急いで身支度をし、リビングルームへ駆け下りて固まった。そこには、見知らぬ他人の遺体が床に横たわっていた。その死体は異常に老けて見えた。白髪、ひげ、シワが刻まれた顔軽く70歳、ひょっとすると80歳くらいに。なぜだか、どこかで見た覚えもある。私は部屋を見回した。ピート以外の全員が集まっていた。彼らの顔は石のように硬かった。赤く染めた髪の女性、30代くらいだろうか、があたりを見回し、ゆっくりと言った。さっき確認したの。床のあの遺体、あれはピートよ。ありえない。誰かが叫び返した。ピートはまだ40代だ。あの死体は年寄りだ。年齢が合わない。
女性はため息をついた。昨日私たち全員がどんな願いをしたか覚えてる？苦しみも痛みもなく安らかに老衰で死ぬ。ピートのしそれは願いに合致する。私たちはこのダンジョンを甘く見ていた。焦がしいことをしてやり過ごせると思った。SSS 級は冗談じゃない。再びライブチャットのようにメッセージが空中を流れた。わろた、一番好きな場面調子に乗ったプレイヤーがどつきに遭うところ。ざまあね。待て、みんな老衰で死ぬって願ったよな？隅のあの娘はなんて願ったんだ？昨日途中でブラックアウトしてその貢献ってない。誰か状況説明してくれる？私もブラックアウト。私もだ。なんでそんなに多くの人がブラックアウトしてるんだ？私の回線だけかと思った。多分あの娘が正しい願いをしたから配信が規制された？オーマイガー。まさか誰かが SSS 級ダンジョンをクリアするってのか？お前らすぐ極端な結論に飛びつくな。調べたんだ全くの新参者だ。そしてあの華奢な小娘が？一撃で倒せるぞ。トップクラスのダンジョンを攻略できると思うなんて笑える。第4章。若い女性が泣き崩れた。これからどうするの？私たちピートと同じ願いをした。ってことは私たちも全員死ぬってこと？部屋は水を打ったように静かになった。みんな明らかに同じ考えを持ち、誰の顔色も良くなかった。赤毛の女性はタバコに火をつけ、深く一服し、ゆっくりと吐き出した。必ずしもそうとは限らない彼女は言った。システムが何て言ったか覚えてる？この3日間、ランダムでサブクエストが発行される。一つクリアするごとにもう一度願いができる。誰かが正しい願いを見つけ出せば、そのものは生き残りれる。まだチャンスはある。彼女の落ち着いた口調はグループにとって興奮剤のように作用した。私はシェリル彼女は続けた。このゲームに巻き込まれる前は多国籍企業の管理職をしていた。決断の下し方、プレッシャーの扱い方は分かっている。私を信じてくれるならみんなを勝利に導くことができる。人が恐怖に駆られると常に頼れる誰かを探し求めるものだ。彼女の自信と威厳により、シェリルは自然とグループの拠り所となった。リーダーシップを主張した後、彼女はいくつか鼓舞する言葉標準的な激励の類を述べた。すると、再びシステムの冷たい声が空中に響き渡った。サブクエスト、ボスの円が発行されました。全プレイヤーは円に参加するよう招待されます。クエスト時間、本日午後8時。参加者、生存する全プレイヤー。ヒント、円では多種多様な料理が提供されます。各プレイヤーはボスに捧げる料理を一品選ばねばなりません。ヒント、同じ料理を2度選ぶことはできません。ヒント、ボスの最も好む料理を捧げたプレイヤーは、彼の寵愛を受け、新たな願いを一つ得ます。ヒント、彼の最も嫌いな料理を捧げたプレイヤーは死亡します。シェリルの唇に自信に満ちた笑みが浮かんだ。さて彼女は言った。チャンスは訪れたようだ。円までにはまだ半日以上あった。シェリルの指示のもと、みんなは屋敷を探索して手分けし、ボスの好みに関する手がかりを発見しようとした。夕食の1時間前、グループはリビングルームに集まり、各自の発見を共有した。シェリルが最初に話した。台所で今夜のメニューを見つけた。全部で6品、私たち一人一人に1品だ。彼女は紙を広げ、声を出して読んだ。エスカルゴのオーブン焼き、シーザーサラダ、子羊のグリル、タラのソテー、クリーミーな野菜シチュー、フルーツケーキ。何か心当たりは？背の高く痩せた男がすぐに手を挙げた。メイド室でノートを見つけた彼は言った。
若様は野菜しか食べられず、ほとんど肉には手をつけられない。食生活がめちゃくちゃだみたいなことが書いてあった。多分その若様ってボスのことだと思う。一人の少女の目が輝いた。冷蔵庫を見たんだけど、牛乳や乳製品でいっぱいだった。だからボスはきっとクリーミーな食べ物が大好きなんだ。牛乳と野菜、それはクリーミーシチューに違いない。みんなの顔がパッと明るくなった。発見はあまりにも簡単に思え、初めて希望がちらついた。シェリルは長く磨かれた爪を軽くテーブルで叩いた。皆さん、よくやりました。ボスの好物は分かった。さて問題は誰がその料理を捧げるかです。システムが明確にした同じ料理は2度選べない。つまり、ボスの寵愛を得られるのは1人だけだ。シェリルは上品に咳払いをした。実は私はもう正しい願いを推測していると思う。うまくいけば、このダンジョンから全員を生還させられるかもしれない。だから、私を信じてくれるなら、私がクリーミーシチューを捧げるものとなりたい。グループは不安げな視線を交わした。長い躊躇の後、彼らは最終的にうなずき同意した。すると最初に料理を推測した少女が小さな声で口を開いた。